こんにちは。今日はこのメルセデス AMG の C43 ステーションワゴンという車を紹介したいと思います。はい。で、この車はですね、以前私が乗ってたのは同じような形で、C200 ステーションワゴンという車を乗ってました。でね、今回、似たような形なんですけれども、こちらにね変更になったので、こういうねどうなのと、実際トラック乗ってて、乗用車もねいろいろやっぱりこだわりのある人はあるかと思うんですけれども、実際どうなんだと、なんでこの車を選んだのっていう、前の車も同じ形してたのになんでこの車を選んだのかというのをちょっと私なりの解説をしていければなと思います。はい。でぐるっとちょっと外観で見ていくんですけれども、まずフロントですね。はい。でこちら、AMG C43 というモデルなんですけれども、実はこの今現行のね W205 型のW205 っていうのはセダンなんですけど、S205 って方ですねの後期になります。なんでちょっとグリルとかヘッドライトがね前期とは違うんですけれども、そこのね変わった部分も同時にねご紹介をしていければなと思います。はい。で結構皆さんねお気づきじゃないのが、このベンツマークがねまず黒くなってるんですよね。でこれは近年のメルセデス・ベンツのコーポレートのイメージカラーっていうのがブラックになったこと、黒になったんですよね。だからお店ショールームとかね結構見ると黒基調でねメルセデス・ベンツって看板とか作られてるかと思うんですけども、それに伴ってこういうエンブレムも黒のね基調のものに変わってます。はい。でこれグリルは前期の C63S のものを採用してます。 C43 は前期はねダイヤモンドグリルというものだったんですけれども、こちらこうやってねツインスポークのこういったグリルに変更になってまして、でこちらにAMG って入ってます。はい。であとヘッドライトもねこれ変更になってます。でこれも当然可変配光型のね LED ヘッドランプになってまして、この中に LED の素子が確か80何個って入ってます。でそれをねそれぞれコンピューター制御で光源をカットする部分だけ消灯してカットするっていうやつなんですけれども、そういったヘッドライトがこちらついてます。結構ねベンツって面白くて造形とか横から見るとね非常にかっこいいんですよね。そう細かい部分もねこういう風に青く作られてたりですとか、こういったところもねなんかレベリングみたいのがね書いてあったりとか、造形もね非常におしゃれになってますし、あとポジションとこれウインカーが連動になってるんですけど、ちょっと立体にね浮き上がってるようにね見えるっていう、そういったヘッドライトが左右についてます。はい。であとC43 というモデルはこのね黒いこういったちょっとなんて言うんでしょう、リップスポイラーみたいなのをつくんですよね。でこういった横もねちょっと黒く塗られてる部分が多いです。で全体的には黒く塗られてる部分としては、ミラーですね。ミラーが黒いし、あとこの縁も普通のベンツっていうのはちょっとシルバーの本当にアルミの感じ、アルミのねものがついてるんですけれども、これとか黒のねこういったものに変わってたりですとか、あとルーフレールですね、こちらも黒いものに変わってます。でこの車はパノラマサンルーフというものがついてますんで、ここまでねこことここがガラスになってます。でここはそれに伴って同色にね黒くなってるので、結構遠くから見るとよく今レクサスのね RX なんかもそうですよね。上パノラマルーフつけてね F スポにするとミラーも黒くなるし、そのような感じですかね。でアルミも黒いし、黒とこれダイヤモンドホワイトっていうお色なんですけども、コントラストがはっきりするっていうね、そういった感じになってます。であとフロント関係だと、こちらから見る限りですと、こうやってアンテナね、熱線かな、熱線がついてたりとか、あとこれはヘッドアップディスプレイっていう窓ガラスにいろいろスピードとかね映し出せるんですよね。それの機械がついてます。あとはここにビックスのセンサーと、あとこちらセンサー3つですね。カメラが3つついてます。これで車線の認識ですとか、あと
ディストロニックプラスっていう車間追従とかね、いろいろ安全装置のカメラがついてます。でこちらにもセンサーがついてます。はい、であとはクリアランスソナーつってこう近づいた時にね反応するセンサーがこうね、フロントには12345箇所ついてます。まあフロント周りはねこんな感じですかね。はい、今ねこうエンジン開けてみました。エンジンルームね。でこう AMG って書いてある、まあこういうエンジンなんですけれども、この C43 というモデルはこのね手組みで作ってないんですよ。63とかだとこうね1人の技術者の人が一からね組み立てをするんですけれども、まあ、C43 というモデル、まあ、他にもねベンツいろいろありますけども、一部のモデルはこういう風にね AMG なんだけど普通に機械組みで組んでますよっていうエンジンになってます。でスペック的には V6 の 3000cc のツインターボ、それで馬力がこの車の場合は390馬力、前期型だと367馬力っていう馬力のある車です。まあなんでね普通にまあ走っても当然パワーがあるんで走りやすいですし、普通じゃなくてもスピード出す時も結構こうなんて言うんでしょうね、もう加速とかすごいバーッと出せる、そういうものですね。はい、じゃあね次横側行ってみます。でアルミホイールこれね C43 専用のものがついてます。これまた前期とね、デザインが違います。なんでねこれ買う決め手になったのもねこのアルミのデザインなんですけども、この後期型に非常にかっこいいです。パッと見63とか 63S とかについてるねホイールに似てるんですけど、まあ、こういった黒基調なものの19インチのホイールになってます。でタイヤはこれコンチネンタルですね。自分トラックもねコンチなんですけれども、乗用車もコンチネンタルのタイヤがついてます。はい、でまあずーっと見ていくと、まあ、リアはね255の3519ってことですね。でぐるーっと回ると、まあ、こんな感じで AMG-C43 と書いてあって、もこれ AMG 本物ですよっていうねこれシール貼ってあります。なんでまあちゃんとパチモンじゃないよみたいなね、そんな感じのシールです。あとねやっぱり特徴的なのはこのねリアの作りなんですよ。これもね前期と違います。こうディフューザーがね結構特徴的な形になってるのと、あとエンドがねこう一応4本出しに見えるエンドになってます。前期のエンドはなんかねちょっとこう楕円みたいので真ん中こう仕切られてるみたいな、なんかそういうエンドだったんですけれども、こちらの後期はこのね丸いエンド、最近のベンツは AMG モデル多いですね。この丸いエンド4本出しのものに変わってます。なんでね非常に見た目は普通のねワゴン車なんですけどね、内に秘めたパワーは強い。ただまあね63ほどではないですけどね、十分快適に移動することができます。であと面白いのだとどうだろうな、ベンツの装備で面白いの、あとこれねちょっとポリマーっていうかコーティングかかってるんでね、コーティングのシールがついてたりですとか、あとこういったところもねプッシュ式でこう開いたりね、燃料もねここにこう燃料のね蓋かけられたりとか、こういう細かいところもねよくできてます。あとはこう扉開けた時もここのね作りがやっぱりね国産とねこう違うんですよね。非常にこう洗車しても洗いやすい作りになってます。はい。で各種安全装置全部ついてます。当然車間追従のクルーズコントロールもついてますし、プラスウインカー出すとね勝手に車線変更したりとかね、確認してね安全確認しながら車線変更したりとか、あとこうブラインドスポットモニターって言ってね、ブラインドスポットアシストって普通のスーパーグレードにはねこの三角マークついてるじゃないですか。それが乗用車には両方についてるよっていうことですね。じゃあねちょっと内装をね簡単に紹介しましょうか。ほんと簡単に、前期後期どんなとこ違うのっていうのもねちょっと加味してやっていきたいと思います。はい、で専用装備としては、こちらねこれブルメスター、確か13スピーカーぐらいついてるんですかねこれっていうのがまずついてる。なんでここね見える限りだとこことかね、こことかこれ全部スピーカーなんで、スピーカー結構ある程度な音を出せるスピーカーがついてるのと、あと真ん中もこの文字盤がこう全部液晶になってるんですよね。なんでよくアウディだとねバーチャルコックピットみたいな、あんな感じのものがこう C クラス専用デザインでついてます。 E とか S だとねこう1枚のこうガラスパネルでこれとこれがねこうつながった感じになってるんですけど、この場合はね C の場合はここはここでこっちはこっちでナビとか出せる画面があるんですけども、これもねちょっと 10.3 インチとかね 10.5 インチだっけな、ちょっとこう前期のものよりワイドになってます。だからちょっと横長のねこういうナビが与えられてます。あと違うのはこうミラーの形状とかね、ミラーもこうもうちょっとね
前期だと枠太いんですけど、これねちょっと細身の作りになってます。あとはパノラマルーフって言って、こういうスライディングルーフがついてるんですけども、すごいのがこうね当然開けられます。ね、でこう開くんですけど、後ろもねこうガラス窓になってるんですよね。なんでこう本当に中乗ってる時も開放的っていう、これはあんまね国産ではこのツインのものってこの車格では少ないです。本当レクサス RX とかね、ああいうのはこうツインになってますけど、なかなかね少ないので、これはね本当に重宝してます。はい。であと内装比較ね、全体的に黒内装で、このモデルはこのちょっとこうねレッドっぽい、ちょっとなんていうんですかね、赤っぽいっていうかね、こういう本革シートがついてます。あとこういったところもね、こういうちょっと USB とかついてたりとかね。あとは走行モードの変更っていうのができるので、このねダイナミックセレクトっていう、これをいじるとこことかね、こうやって今 S スポーツモードとかね、スポーツプラスとかね、ダイナミックでね、ギアはドライブでとかね、サスはスポーツプラスになってとかね、こういろいろ変えられます。ね、これがコンフォートとかね、走行モード変えられるんですけども、本当にコンフォートとこのスポーツプラスって選べるんですけど、それはね全然違う。本当びっくりするぐらい違うってことですね。あと後期型だとこうハンドルのね形状が変わってます。基本的に材質はここねアルミでできてて、でここには43でもこう AMG って入ってます。 E43 とかだとねこれ入んないんですよね、 AMG って。なんでこの C43 に関してはこう AMG っていうねデザインが入ったりします。であとはどうだろうな、スライディングルーフと、こういったところメガネ入れだったりね、あとこういう SOS とかね、こういうのもついてます。これで緊急の場合を押すと直ちに緊急通報ができますよっていうボタンだったり、あとこのねメルセデスミーコネクトって言って、これを押すとメルセデスのコンシェルジュさんにこう電話かけられて、例えばナビの設定とかね、そういったのもできたりします。あと内装とかもね、こう電気とかも全部 LED だしね、LED なんですけども、このね電球色のね LED が採用されてます。であとここなんかも本物のアッシュだったり、結構ね国産だとこれ偽物多いんですけど、これベンツはねこれアッシュになってます。こういうとこもね、ちゃんとした木を使われてたりとか、あとこれ今ちょっと見づらいんですけど、このアンビエントライトっていうものがついてます。これ前期もついてるんですけど、前期のアンビエントライトっていうのは3色しか選べないんですよ、 C クラスの場合は。ですがこの後期型はこうやってね64色こうやって選べます。なんで室内のねこの木漏れ日というか間接照明の色をこうやってねいろいろ変更できます。これもね結構魅力の一つですね。昼間はね比較的というか昼間はもうよくわからないんですけど、もう夜とかはね非常にわかりやすい、すごいねおしゃれな演出をしてくれます。あとはこことかね、パフュームアトマイザーとかね、こういう香水がついてます。いい匂いするんですけど、これがねエアコンと一緒にこう出てくるこういう香水がこうねついてます。ここにセットをするっていうね。あと ETC2.0 は標準でついてますね。あとイオナイザーってね空気清浄機能がついてたりとか、あとはベンチレーションないんですよね、このモデルは。これねシートヒーターが3段階でねできますというのとか、あとこのナビゲーションついてます。ナビゲーションもついてるんですけどね、あんまりねベンツのナビって使いづらいっていうか、あんまり自分は使わないんですけど、こういうのもついてるし、あと携帯つなげればカープレイもね使えるようになってます。Apple カープレイもね対応してる年式の車です。以上そんなとこですかね。比較的というか非常にね乗りやすい。やっぱりね見てこうね速そうじゃなくて速い車みたいなのをちょっと憧れてたので、今回ねちょっとこういうのを買ってみました。でもともとねC クラスワゴン、要は W205 の、S205 ですねのワゴンは好きだったんで、ちょっとねそれを買ってみました。全く同じ色で同じ形で、シートとかもね同じ色なんですけど、前乗ってたのも、今回もこう、ね、同じようなものをね買ったっていうね、そんな感じなんですけどね。非常にC クラスもやっぱり人気のあるお車なんで、で43っていうのはね非常に乗りやすい。足硬いですけどね。で63だともうやりすぎ感もあるし、当然高いんで買えないっていうのもあるんですけど、この車の場合ですと普通に走れば燃費もね8ぐらいは走るんで、スピードというかね結構パワーあるね快適な走りもできるし、非常にねそこは満足です。はい。
まあね、一応簡単な紹介だったんですけれども、一応ね、私の車ということで紹介させていただきました。またね、動画企画して撮影しますので、お時間の際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。またね。